局地的な豪雨の増加、猛暑を通り越し、酷暑の続く日々。40度を超える灼熱は常態化し、飢えを招く干ばつが広がり、火災が都市を焼き尽くす。異常気象に翻弄される世界。グリーンランドの氷床が崩れ落ち、大西洋の海流が動きを弱め、アマゾン熱帯雨林の砂漠化が進み、北極の永久凍土からメタンという時限爆弾が放たれる。これらは遠い未来の話ではなく、今この瞬間に進行している現実です。何事もないかのように見える日常の裏で、世界のバランスが音もなく傾き、突如として崩れ去る。取り返しのつかない変化の臨界点が迫っている。ひとたびそのレベルを超えてしまえば、もう人間の手では止められない暴走する地球環境。私たちは気づかぬうちに最悪のカウントダウンの中にいるのかもしれないのです。地球の未来が崩れ落ちるその瞬間はもう始まってしまったのか。今回は地球に迫る不可逆の危機を回避するための挑戦へ皆様をお連れいたします。気候変動という言葉を耳にしたとき、ついゆっくりと進行していく現象だと思い込んでしまいがちです。気温が少しずつ上昇し、氷床が溶け、海面がゆっくりと高くなっていく。日常の延長線上にある変化。そう考えてしまうのも無理はありません。しかし実際の変化はそんな穏やかなものではないのです。私たちが見落としてはいけないもの、それは臨界点。ティッピングポイントと呼ばれるものです。ティッピングポイントという言葉、聞き慣れないかもしれませんが、主に流行や社会現象を語る際に使われる言葉でした。新たなテクノロジーが一夜にして世界を席巻するとき、マイナーな思想がある瞬間からメジャーへと転じるとき、それらの境界線が突破されることで物事が急激に加速する現象です。しかし、気候変動の文脈で語られるこの言葉は、地球の命運を左右する崖っぷちを意味します。ひとたびそのラインを越えてしまえば、もう人間の手では止められない、急激かつ不可逆な変化を始める転換点。コップの縁まで水が注がれ、最後の一滴で一気に溢れ出すような、そんな劇的な転換なのです。この転換は、ある日突然やってきます。ティッピングポイントを超えた気候システムは、自律的、つまり自分自身の内部メカニズムによって変化を加速させてしまうからです。ティッピングポイントとは、単なる警戒ラインではありません。地球環境が自ら壊れ始める最初の一撃であり、一度引き金が引かれれば、もはや見守ることしかできなくなるかもしれない。
そんな破滅のスイッチでもあるのです。科学者たちは、すでに複数のキッピングポイントは危険にほど近いと警鐘を鳴らしています。中には、すでに超えてしまった可能性があるとされるものさえあるのです。私たちが生きるこの時代は、未来を選べる最後の時代なのかもしれません。気候という名の巨大な歯車は、長きにわたり静かに回ってきました。けれど今、その歯車がきしみを上げ始めています。地球には気候システムを構成する大規模な要素がいくつかあります。このような要素をティッピングエレメントと言います。これらの要素は、それぞれが特定の臨界点を持っており、どれか一つでもその限界を超えると、まるでドミノ倒しのように一気に不安定化してしまう恐れがあるのです。科学者たちは今、キッピングエレメントのいくつかが、すでに引き返せない地点に近づいている、あるいは超えてしまったかもしれないと、警鐘を鳴らしています。それらの現状を見ていきましょう。私たちは今、地球を守る白き盾が静かに失われつつある現実に直面しています。北極圏に広がるグリーンランドの巨大な氷床、そして遠く離れた南極の奥深くに潜む西南極氷床、さらに北極海の広大な海氷。これらは一見独立しているように見えますが、すべてがアルベドノフのスパイラルという恐るべき共通のメカニズムによって破滅的な変化を遂げようとしているのです。かつて地球の極地は白く輝く氷と雪に覆われていました。この白い表面は太陽の光の多くを宇宙空間へと跳ね返すアルベド効果と呼ばれる重要な役割を担っていました。白い氷や雪は太陽光の実に 80% 近くを反射し、地球全体が熱を抱え込みすぎるのを防ぐ大切な機能です。しかし今、地球温暖化によって気温が上昇すると、この白い盾はゆっくりと、しかし確実に溶け始めます。グリーンランドの氷床を例にとってみましょう。永遠に凍てついた大陸のように思われてきたこの巨大な氷の塊は、熱に対して驚くほど脆く、精細です。一旦表面の氷が溶け出すと、その下に現れるのは太陽光をほとんど反射せず、熱として吸収してしまう暗い大地や海水です。これはアルベド効果の低下を意味します。白い氷が減れば減るほど、地球はより多くの熱を抱え込むようになり、気温はさらに上昇します。この上昇した気温が再び氷の融解を加速させる。こうして一度始まった変化は加速度的に進み続け、止まることのない負のスパイラルへと突入してしまうのです。
このメカニズムは遠く離れた南極でも進行しています。特に西南極氷床は、その大部分は海底の上に存在し、海と直接接しているという最大の脆弱性を抱えています。温暖化によって温められた海水が氷の根元からじわじわと浸食を続け、氷床を支える接地線が後退し始めると、その構造は崩壊のドミノを始めます。氷床は自らの重みで海へ滑り落ちる勢いを増し、アルベドの負のスパイラルがさらなる融解を加速させるのです。北極海の海氷もまた、アルベドの負のスパイラルにとらわれています。かつて白銀の盾として輝いていた海氷は、毎年のように薄く、脆くなり、その減少が温暖化を加速させているのです。これらの氷の崩壊がもたらす影響は、海面が上昇するだけにとどまりません。南極には地球上の淡水の約 88% が氷として蓄えられており、その一部でも崩壊すれば、世界の海面は数メートル、あるいはそれ以上上昇すると考えられています。東京、ニューヨーク、上海といった世界中の沿岸都市を水没させ、何億人もの人々の暮らしを脅かす破滅的な未来が訪れるでしょう。さらにこれらの変化は気候システム全体に波及します。海洋循環、地球規模の気圧配置、そして動植物の繊細な生態系にまで深刻な影響を及ぼし、世界中の気象パターンをも狂わせる恐れがあります。アルベド効果の低下によって加速するこの負のスパイラルは、地球が自ら崩壊を始めるトリガーであり、一度そのラインを越えてしまえば、私たちの努力で引き返すことは困難です。白き盾の喪失は、地球が発する緊急のシグナルなのです。シベリア、アラスカ、カナダ、そしてチベット高原。地球の高緯度地域に広がる広大な凍った大地、それが永久凍土です。厚い氷の下には数十万年、あるいは数百万年の間、微生物の活動によって生成された見えない脅威が、まるで時限爆弾のように眠っているのです。それは、メタンガスと二酸化炭素という地球温暖化を加速させる極めて強力な温室効果ガスです。これらのガスは、凍った土壌や、その中に閉じ込められた植物や動物の遺骸に膨大な量が貯蔵されています。地球温暖化によって気温が上昇し、この永久凍土が溶け始めると、中に封じ込められていたこれらのガスが一気に大気中に放出されます。特にメタンは二酸化炭素と比較して約25倍もの強力な温暖化効果を持つとされており、地球の気温を急激に押し上げる決定的な引き金となり得ます。永久凍土が溶けてガスが放出されると、それが温暖化をさらに加速させ、その結果、残りの凍土もさらに溶けやすくなる。こうして、一度動き出した融解のプロセスは、自律的に加速し、人類の制御を超えた変化へと向かう恐れがあるのです。科学者たちは、
この永久凍土の融解を地球温暖化の最終段階へ向かう一歩と警鐘を鳴らしています。私たちが温室効果ガスの排出をどれだけ削減しても、地球システム自体が自ら温暖化を加速させてしまうという悪夢のようなシナリオを示唆しているのです。永久凍土の融解は、まさに地球が抱える時限爆弾。その爆発を食い止めるためには、今すぐ断固たる行動が求められています。南米大陸に広がる雄大なアマゾン熱帯雨林。この広大な緑の海は、地球全体の炭素循環において極めて重要な役割を担っており、地球の肺とも称されます。大量の二酸化炭素を吸収し、私たちに必要な酸素を供給することで、地球の気候バランスを保っています。しかし近年、大規模な森林伐採に加え、異常気象による干ばつが頻発し、アマゾンは深刻な乾燥化の危機に瀕しているのです。この乾燥化は恐るべき悪循環を生み出します。森林伐採によって樹木が失われると、木の葉からの蒸発酸が減少します。樹木は蒸散作用によって大量の水分を大気中に放出し、それが雲を作り、雨として再び地上に戻るという巨大な水循環を支えています。この蒸発酸が減ると、空に供給される水分は減り、結果として雨が降らなくなります。雨が減れば、熱帯雨林はさらに乾燥し、その乾燥した環境が大規模な森林火災を多発させます。この火災によって再び多くの樹木が失われ、さらなる乾燥が進む。まさに終わりのない負のループへと陥ってしまうのです。この悪循環は最終的に肥沃な熱帯雨林を乾燥したサバンナへと変貌させてしまうでしょう。アマゾン熱帯雨林が作り出す巨大な水蒸気の流れは、南米大陸全体の気候に深く影響を与え、その影響は大気の循環を通じて遠く離れたアフリカ、さらにはアジアの気象パターンにまで波及する可能性をはらんでいます。地球の肺であるアマゾンが息を止めるとき、それは地球全体の呼吸が乱れる日となるでしょう。最後にご紹介するのは、最も静かでありながら地球全体に最も広範囲な影響を及ぼす、まさしく気候の心臓とも言うべき大西洋熱塩循環、通称 AMOC です。これはメキシコ湾流を含む地球規模の巨大な海流システム。地球の血管のように暖かい海水を熱帯から北極域へと運ぶ一方で、冷たく塩分の濃い重い海水をシーソーへと沈み込ませ、再び赤道域へ戻るという複雑でダイナミックな循環を温度差と塩分濃度の違いによって駆動させています。この循環が北半球の特にヨーロッパの温暖な気候を維持する上で極めて重要な役割を果たしているのです。しかし今、この循環が確実に弱まりつつあります。その最大の要因の一つが、先ほどお話ししたグリーンランド氷床の急速な融解です。大
大量の淡水がグリーンランドから北大西洋に流れ込むと、海水の塩分濃度が薄まり、密度が低下します。すると、重い海水が深層に沈み込む力は弱まり、エイモック全体の循環が減速してしまうのです。もし、この循環が大幅に弱まったり、最悪の場合、完全に停止してしまったりすれば、その影響は想像を絶します。暖かい海水が北上しなくなることで、ヨーロッパの気候は一変し、氷河期のような極端な寒冷化が訪れる恐れがあります。さらに、エイモックの弱化は、アフリカのモンスーンパターンを乱し、南米の降雨パターンを変化させ、遠く離れたアジアの気象にまで連鎖的な影響を及ぼす恐れがあります。世界各地で異常気象を常態化させ、食料生産や水資源に壊滅的な打撃を与える恐れがあるのです。そして何より恐ろしいのは、このエイモック弱化の兆候がすでに観測されているという事実です。エイモックの弱化は、私たちの目の前で地球の生命線ともいえる海がゆっくりと呼吸をやめるような静かなる崩壊の始まりなのです。それぞれが連鎖し合い、世界規模で加速度的な変化を引き起こす恐れをはらんでいる、これらのキッピングエレメント。この連鎖こそが、気候の危機を一国の問題から運命の存続に関わるグローバルな脅威へと押し上げているのです。私たち人類は、あらゆる問題を修復できると信じてきました。技術が進化すれば、破壊された自然も再生できる。温暖化が進んでも、再び冷やす方法を見つけられる。そう信じて、ここまで歩んできたのです。しかし、キッピングポイントを超えた地球の気候は、人間の意志や技術では制御不能となる恐れがあるのです。なぜなら、そこには正のフィードバックループという恐るべき仕組みが潜んでいるからです。正のフィードバックとは、一度始まった変化が自らをさらに強化し、連鎖的に加速していく仕組みを意味します。温暖化の影響により、急速に融解を始めた氷晶は、暗い地表面を露出させ、それは太陽光をそのまま熱として吸収し、氷の融解をさらに進ませるという、止めることのできない循環へと陥る現象です。一度始まった変化は加速度的に進み続けることになります。これこそが正のフィードバックループの本質です。このループがある臨界点を超えてしまったとき、地球の気候システムは新たな均衡点へと向かって暴走し始めます。その新たな均衡点は、多くの場合、決して私たちが望むような環境ではありません。氷晶が大規模に消失し、海面は数メートル単位で上昇し、沿岸部の都市が沈み、淡水の循環が乱れ、生態系が崩壊していく。そんな未来が
現実のものになるのです。さらに恐ろしいのは、この現象が人間の行動にかかわらず進行してしまう点にあります。たとえ人類がすべての温室効果ガスの排出を止めたとしても、氷床がすでに引き返せない段階に達していれば、内部メカニズムによって変化し続けます。戻れないラインを越えてしまったということです。つまりキッピングポイントとは、一度越えたら人間が引き返せない自然界のスイッチなのです。そのスイッチを押してしまえば、あとは自然の手によって全てが進み続けてしまう。この不可逆性こそが気候変動における最も深刻な恐怖であると、私たちは肝に銘じるべきです。決して未来の話ではないのです。その先にあるのは制御不能な世界。ある日突然、音もなく訪れる。あるいはもう気づかぬうちにその瞬間を超えてしまっているのかも。キッピングポイント。地球という巨大なシステムがあるレベルを超えたとき、回復不能な変化を自ら引き起こし始める臨界点です。その到来のタイミングを正確に予測することは非常に困難です。一つ確かなのは、私たちは今、その危険領域に足を踏み入れようとしている。あるいは、すでに踏み込んでしまっているかもしれないという事実です。国際的な気候科学の中枢を担う気候変動に関する政府間パネル IPCC は次のような警告を発しています。地球の平均気温が産業革命以前と比べて 1.5 度から2度を超えて上昇した場合、グリーンランド氷床や永久凍土、アマゾン熱帯雨林、大西洋の熱塩循環など複数のキッピングエレメントが連鎖的に暴走する恐れがある。この数字は地球が自らの平衡を保てなくなる。つまり生態系の崩壊や極端気象の状態下、そして人類文明への脅威を意味する地球のレッドラインなのです。科学者の中には、すでにいくつかのキッピングエレメントは臨界点を超えたと指摘する者もいます。例えば、北極海の夏の海氷は過去40年で急激に減少しており、その回復力も著しく失われています。また、グリーンランド氷床の一部では、もはや年間の降雪による補給量よりも融解量の方が上回っている地域が広がり始めています。もはや自然の力では元に戻らない不可逆的な変化の初期段階に入っているという兆候と言えるでしょう。さらに、永久凍土の融解によって放出されるメタンや二酸化炭素は、さらなる温暖化を加速させ、その熱が再び凍土を溶かすという正のフィードバックループを生み出します。一度超えてしまえば、人間の努力では止めることができない連鎖反応が始まっているのかもしれないのです。ここで、現在の地球の温度上昇について見てみましょう。
IPCC の第6次評価報告書によれば、2011年から2020年の世界の平均気温は、1850年から1900年の産業革命前と比較して、約 1.09 度上昇したとされています。それからわずか数年、状況は急激に悪化しました。2023年、地球の平均気温は産業革命前と比べて約 1.48 度の上昇を記録したのです。そして2024年、世界気象機関はある重大な発表を行いました。今年、地球は初めて年間平均で 1.5 度を超える気温上昇を経験した。数値としては 1.55 度。これはパリ協定が掲げる目標 1.5 度を一時的であれ超えたことを意味します。極めて重大な事実です。たとえ一時的な記録であったとしても、その未来がすでに現実となったということを、私たちは正面から受け止めなければなりません。確かに、パリ協定が定めた 1.5 度の上昇を抑えるという目標は、数十年単位の長期的平均で評価されるものであり、2024年だけの記録をもって、即座に臨界点を超えてしまったと断定されるわけではありません。しかし、決して猶予があることを意味するのではなく、むしろ気候変動が想定以上の速度で進行しているという揺るぎない警告と受け止めるべきなのです。ティッピングポイントが引き起こす変化は劇的で取り返しがつきません。しかし、本来この言葉が意味するのは、システム全体が突然別の状態へと転換することです。つまり、気候もまた、ある一点を超えると、まるで別世界のような新たな均衡へと滑り落ちていくのです。そこでは、かつて私たちが知っていた四季は変わり、雨は干ばつになり、雪は嵐になり、人々の暮らしが大きく変わる未来が待ち受けているでしょう。ティッピングポイントの到来は、もしではなくいつか、そしてどれほど多くが同時に起こるかという問題へと変わりつつあります。だからこそ、パリ協定ではこう掲げられているのです。世界の平均気温上昇を産業革命以前と比較して2度より十分に低く保ち、1.5 度に抑える努力を追求すること。科学の最前線から導き出された最後の防衛線。私たちは今、その線の向こう側がどれほど恐ろしいかを身をもって知り始めています。それが手遅れではない、今この瞬間こそが行動を起こす最後のチャンスなのかもしれません。地球は今、確実に変わりつつあります。ティッピングポイント。後戻りできなくなる臨界点。超えてしまえば、どんなに科学が進歩しても、どんなに後悔しても、元に戻すことはできなくなってしまいます。けれど、
まだ間に合います。ほとんどのティッピングエレメントはまだ手の届くところにあるからです。私たちは今何をすべきなのでしょうか。化石燃料から脱却し、再生可能エネルギーへ転換するため、電力会社の選び直しや家庭での節電、食生活を見直し、地元産の食材を選ぶことでも温室効果ガスの排出量は大きく変わります。移動手段は短距離なら自転車や徒歩、長距離なら公共交通機関を。どれも今日から始められる一歩です。そして何より声を上げること。家族に伝える、友人に話す。個人の声がやがて社会の流れを変えていくのです。小さな選択の積み重ねがやがて未来を大きく動かします。私たちには破滅のフィードバックループではなく、希望のループを生み出す力があります。この星の運命は誰かに委ねられているのではなく、私たち自身の手の中にあるのですから。今回の冒険はここまで。また次の冒険でお会いしましょう。